こんにちは。焼肉奉行霧島の稲巻です。島町大腸の方をやっていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。島町も油の多いやつもあるし、油のないやつもあります。でそしてこれが盲腸、直腸。そしてこの直腸は前にも言いましたが、うちはお店とかでは使ってないです。でこっちの盲腸もうちはお店の方では使ってないです。でこれを島腸を今からやっていこうと思います。この間の小腸と比べるとこれ模様がね、このしましまに、だから島腸と。で脂身もこう多いところもあれば少ないところもこうある。でこれが全部脂が多いやつの方は物はいいです。こう開けると開ける。そしてこうしてこれはそんなに油が出てないけど、油がガバッと出るやつはこの両サイドをもう削ってしまうと、はい、こうね、この出とるとこ。そしてこれもやり方は人それぞれだけど、こうだけをこう切り目を入れていくとか、優しくね、こう優しく切れてしまうと穴開いてしまうから。でこれが極端に言うたらこういう切り方にしていくと、はい、さっきと何が違うかというと、こっからここの端まで来て、僕の場合はこっからここまでにやっていくと。でそれでこれをこうやってして出して切ると、こう切った時にこっからブチッとまたちぎれてしまうと、この中だけこう優しくちょっと切り目を入れていくと。でもう一つのやり方はこう叩いていくと。これは身が薄いやつやと、油がついてないと叩いても上手にこうやって切れへん。油がようけあったやつの方のはこう叩いても下までこうズキッと突き刺さるで、はい、でこういうやり方、歯切れを良くするっていう点もあるし、はい、あとは火の通りを良くするっていう点もある。でもどっちかって言ったらこういうホルモンとかはこうキューって縮んでしまうから、これをしたことによって縮こまりにくいと、そういう意味合いで僕はやってます。なぜこの横の油を取るかというと、この島腸っていうのもね、割に汚れがようひっついとんねんよね、これ、はい、こう汚れがこうやってついとる場合も、大体洗ってはんで取ってはんねんけど、中には取り切れやんところがあるんちゅうの。この横側がよう汚れひっついたりするもんで、これをしたことによってだいぶとその汚れが取れやすくなったりとかするために、僕はそうやってしとる。この油が多いとこはちょっと短くで、油が少ないとこは長めにうちはやってる。であとこれをこう叩いたとするやん、こうやって、そうするとこのまな板が傷つくから、でこういう安いいらんやつしか、値段の安いやつで傷ついても別にすぐに帰れるようなやつにしとるだけで、これも最後洗って、電解水で洗って水切りして出来上がりで、基本的にはこの島腸って量少ないから、はい、別もうすぐなくなる。でやっぱりどっちかっていうと、この島腸油が少ないの頼まれる人のが今多いかな。これを水切りするのにちっちゃい扇風機売っとるやんか。扇風機でバーッとかけたらだいぶ、その代わり上乾燥するから、たまにはこうやってかき混ぜると割に水切りしやすい。でただその冷蔵庫がよう冷える冷蔵庫で風当たると逆に凍ってしまうからで一番いいのはこのホルモンを洗った時にこういうのでぶら下げてやった方のがええのはええ。でこれが直腸、出るとこ、これね、これ臭いから使わない。だからこれが盲腸で、こういうこの盲腸とここがつながっとって、ここをいろいろ工夫して出されとるとこもある。
別に食べるやんことはないけどな。こっちは島町ですか？でこっちが島町につながっていくんでさ。でこれもさ島町の続きねえけどこれ、はでこの上のとこはこうやって色あせとんのなこうやって。い。それでこれがな島町を頼むとこうやって入ってくんねえけど、どっちかというとこの島町よりこっちの島町の方が見たくれがええやな。これお店で足りなくなる部分は島町だけで仕入れることになるんですよね。そうで量も仕入れとんねんな。この2頭でだいたい、こっちはちゃうけどちょこってやろあと、こんだけしかないもん。そうするとその小腸をどうさばいていくかっていうのはそうそれだけそれだけ。もつ鍋は小腸のとこですよね。ブルブルですもんね。そう小腸の子でしとる。で小腸を湯がいてもつ鍋っていうのはできやへん。あれ生やであえて鍋の上に置いてかっこよく見えるけど、で小腸を湯がいてないからするともう油が全部なくなってしまってさ、これで終わり。こんだけ。これはだいたい2等分の量になります。もうちょっとしかないもんこんな小腸と比べるとな。これ関西の方だと盲腸も焼きで出してます。いろいろ出しとると思う。やり方はいろいろあるやろうと思うけどね。せやけどこれ身が厚いからそれなりに切り目を入れやんとこのままでは無理やと思う。一つは聞いた話やけど盲腸とかそういう身の厚いホルモンを凍らしてスライサーで切ってでなんやらポンっていうのを出しとるっちゅうどこもあるらしい。関西でも盲腸っていう名前なんですか？なんかそれな一緒やと思うけどやっぱり肉と同じで、その場所によってみんな言い方違ったりする場合がある。赤線もそうじゃないですか。ギアラっていう。そうじゃあ赤線ともう一つこうつながっとるところがあってあっちがギャラっていうんちゅう。違うんですか？違うの。もう一緒くたにうちの店ではそうやって言うとるけどさ、今やろうか。これがこっちが赤いやんか、赤線やんか。左側がこっちか、こっちがギャラって言われる。でどっちかっていうとこっちのがまだ食べやすい。こういう硬いとこがあるんちゃう。これとかこうミノみたいにね身が厚い。これは油やけどさ、でこういうとこも結構切り目を入れて打っていかんと、硬いやろ。で切れへん。でこれの切り方とこれの切り方っていうのはまた違う。上のこの赤いやつがこれもそうなんやけどこうやって剥がれるんじゃこれ。そうすると古いやつやとまたすぐ剥がれるし、でずっと置いとくとこれ剥がれてきてこういうべちょべちょのやつがあるから好まれやん人が多い。本当に千枚みたいな感じなんですね。兄弟みたいなこうやってな。で千枚っていうのはこのビラビラがさ養鶏あって千枚とかよう言われるけどこれは手で数えれるでさ、兄弟に言ったら10枚っちゅう名前ちゃう。そうなんですね。すいません。関西の方とか行くとさ極端に言ったら普通の家とかが前でさホルモン焼きとかしとる場合があるやんか、やっとるやんか。でそういうのでこういうのをよう使われとるとこが多かったんじゃ。ある意味こっちはこういう島町と比べたらさ安いやんか。なんでこれギャラっていうかっていうと、言い方いろいろ人に聞くと言い方が違うんやけどさ、今日労働した人が昔ながお金を払うのにギャラとしてこれって渡しとったらしい。だからギャラっていう名前もあるし、であともう一つは食べとったもんをまたブワッと出すからどこやからそういう言い方をするっていう人も聞いたことがある。俺はどれが本当っていうのは俺にも分からん。それはこれが新鮮なやつ塩コショウで食ったらめちゃめちゃうまい。そうなんですね。そうでここ割に劣化も早いしこれが取れてくるのが早いからで今日土畜したやつのこれを匂いを嗅ぐのやとちょっとはするけどそんな匂いですね。いいやつと悪いやつの差がむちゃくちゃ出る。これは以上です。はい、今日は島町と、盲腸直腸ゲラ赤線のお話をさせていただきました。
今日もどうもありがとうございます。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。関西の行列ができとる店とかさ、そういうとこの内臓処理とかあんなんとかでもあれ YouTube やったかな、なんかでやっとった。でこういう赤線やあんなもんも全部そういう風にカットしてお客さんに提供しとったよ。